OK。ピッてする？いや、もうしてある？はい。Hi, welcome to my new video. This time I'm interviewing Kana about her new book project, Drawing Edo. This video will be all in Japanese, so please turn on the subtitles in YouTube. どうも、かなです。今私が作っているのは江戸時代の長屋を舞台にした作品で、当時そこに住んでた人たちがどんな暮らしぶりをしてたかっていうのを観察できるような作品にしたいと思っています。で、今回はマテウシュのファンの人たちからも、質問をいくつかいただいたので答えていきたいと思います。でも、そのものはまだ制作中ですよね。はい、今絶賛作業中なので、その様子とかも見てもらえたらなと思います。江戸を舞台にした宮部みゆきさんの小説とか、江戸の資料の本だったりとか、あとは深川にある江戸の長屋を再現した場所があるんですけど、そこにいると本当にタイムスリップしたような気持ちになって、いろいろ想像が膨らみます。江戸の町っていうのがすごく火事が多かったんですけど、そのためにいざ火事だってなった時には風呂敷に家の中のバババって包んでガッと担いで外に出るっていうのができるように、家の家財道具っていうのはすごく少なくしてたそうなんですね。で、それもあってか、当時の人たちってもっと今より自由な気質だったように思います。それもあって、マテウシュと2人でミニマリズムというほどではないですけど、自分たちの持ち物っていうのはちょっと少なくして暮らしていきたいねっていう話はしてます。同じところを探す方が難しいぐらいで、東京というか日本自体が地震とか災害がすごく多い国っていうのと、東京は特にそうかもしれないですけど、新しいものが好きな人たちが多くって、新陳代謝がすごい活発な街だと思うんですよね。なので当時と今ではもう見た目的には全然、同じところといったら川の位置とか川の形とか橋の位置とか、それぐらいかなと思います。私はもう資本主義の中でしか生きてこなかったんですけど、この資本主義の中で育った技術だったり職人さんたちが作り上げてきたものだったりっていうのにはすごくリスペクトがあります。でも、資本主義のもっとお金をもっと効率的にもっと早くもっと便利にっていうことを突き詰めていっても人生の豊かさにはつながらないなと最近思っていて、なので昔のものとか伝統的なものから学んで、考えて新しいものを作っていくっていうのが大事なことかなと思います。でも個人的には伝統的なものとか古いものが大好きで、最近ではシェアリング主義に興味があります。今何を書いているぞっていうのをすごく意識しながら書いてます。例えば手を一つ書くにしても、何をしている手なのか、お茶碗を持っているのか、何かを指さしているのか、木材を持っているのか、人を触ってるんだったらどんな気持ちで触っているのかっていうのを考えながら書くことで、より硬くなく柔らかく自然な演技で読む人にもそれが伝わるかなと思いながら書いてます。今絶賛書いてるところなのでできてはいないんですけど、まずは完成形をイメージできるような PDF を作っちゃいます。で、それを今までつながりのあった人とか、こういうところから出せたらいいなと思う出版社に、送ったりとか説明したりとかして、自分で出すことも想像しながら、印刷会社とかもこういうとこがいいかなっていうのは探してます。どのシーンも本当楽しいんですけど、一番書いてて気持ちいいなって思ったのは江戸の街並みを火消しがガーッと走ってるシーン。そこはすごい書いてて楽しかったです。社会的なことだとやっぱさっき言ってたリサイクルとかっていうのは大事だと思うんですけど、個人的に街並みの中で見たいなっていうのはボテ振りの人たち、物を担いで、売ってくれる人と、あとは川が運河として使われていたので、そういういかだ乗りだったりとか、
タクシーとして使える船だったりとか、そういうのは今も蘇ったらぜひ見てみたいなと思ってます。この本を見ていいなって思ったら、やろうと思えばできることばかりなの。自分の生活に置き換えて見てみるのは楽しいかなと思います。あとは観察して何かを理解する楽しさっていうのを思いながら私は作ってるので、それが伝わったらとても嬉しいです。私の周りでちょうど最近出産とか育児をしている人が多いので、それについてもいろいろ本当考えるんですけど、周りの人たちのサポートとか行政とかっていうのがすごく大事なんだなとつくづく思いました。会社だと出産育児の間にお休み取ってると何%かお給料の分が出ますっていう制度があったりするんですけど、フリーランスにはないです。あとは幼稚園とか保育園に預けたくても、お家で仕事してるから子供を見れるでしょっていうことで、保育園とかに預かってもらえる優先度っていうのは下がってしまいます。もしかすると地域とかご近所のレベルで、面倒を見てくれたりサポートしてくれるっていう人たちがいるかもしれないんですけど、国のサポートとかっていうのは実際すごく少ないと思います。本から学ぶことがやっぱり一番多いです。特に杉浦日奈子さんっていう漫画とか資料を書いてらっしゃった方がいるんですけど、その方の本だったりとか、あとは図書館でいろんな当時の文献とかを借りてきたり、あとは浮世絵から見て学ぶことも多かったりします。ネームの時は声とか歌詞が入ってるとそっちの言葉に気を取られちゃうので、チルホップだったりとか、ゲームとか映画のサントラとか、洋楽の曲とかを流してることが多いです。ペン入れとか墨で何かを塗ってる作業の時だと一番多いのはマテウシュと話してることなんですけど、それ以外だとポアロとかの好きなドラマを流していたりとか、その段階だと日本語の歌詞が入ってる曲も聴いたりします。洋楽だとレディオヘッドとかミューズとかモロッコとか聴くことが多くって、サントラだとブレードランナー、ジブリ、塊魂、恋の門とか、日本の曲だとサカナクションとか松任谷由実さんの曲とか、あとは90年代のシティポップを流すことも最近多いです。一緒に住んでた祖父母と母が江戸っ子なんですけど、その話を聞いてたのと、宮部みゆきさんのその江戸物の小説が好きだったので、もっとその江戸のこと知りたいなと思ってたのがきっかけです。ただ本とかの文献を読んでインプットするだけじゃなくて、それを漫画とか絵にしてアウトプットすることによってもっと自分の理解が深まるかなっていうのもあって、今回これをテーマに選びました。漫画の描き方はものすごい勉強になって、今まで誰かに習って漫画を描いたっていうことは、今回もないんですけど、なので全部自己流で一個ずつ発見してってるんですけど、もし興味ある方が多そうだったら、漫画の描き方今回学んだことっていうのを動画にまとめてそのうちアップしたいなと思ってます。好きなのはペン入れかな。絵を描くのが好きなので、でも一番創造的なクリエイティブな気持ちになれるのはネームを書いている時で、達成感があってやったーってなるのはやっぱ1ページが隅まで入れて完成したものを見た時です。キャラクター作りも自己流なので、特に何々技法を使ってますっていうのはないです。でも
なるべく自然なものを描きたいなと思ってるので、描いて不自然じゃないように見えれば OK だなと思ってキャラクターは描いてます。一番は読み手の人の目線の流れは意識してます。あとはカメラの置く位置だったりとか、ここのシーンだったらズームしているぞ、ここだったらパンしているぞっていうのが分かるように書いてたりとか、あとは基本的に一つのコマの中でも時間の流れっていうのは変わってもいいと思ってて、でも、コマを切り替える時だとだいたいカットが変わる時、カメラの位置を変える時っていう時に、コマ割りは変えてます。質問くれた方々、どうもありがとうございました。この作品の詳細や発売日が決まった時にお知らせするニュースレターとかへの登録をまとめたページを下にリンク貼ってあるので、ぜひよかったら見てください。この動画楽しんでもらえたら嬉しいです。See you in the next video. Bye! Thanks for joining us, and as always, feel free to comment, share, and subscribe, and be sure to visit Kana's channel too. I'll link it below. Bye!